皆様、本日はですね、初めてかな、牛丼作りたいと思います。みんな大好き量、こちら国産切り落とし牛 1.2 キロ業者かなはい、やっていくんですけれども、メインとして用意するのはこちらの牛肉と、あと玉ねぎですね。で、今回は一応ね、生姜も入れて臭み消しで、調味料としてこちらだしだ、牛骨だしですね、こちらを用意してほしいです。はい、じゃあやっていきます。まず今回の 1.2 キロなんで、玉ねぎ3個分、もうちょっと多くてもいいと思うんだけど、多分普通に1人前2人前の量を作るんだったらこれの3分の1ずつぐらいだと思うので、牛肉 400g とかに対してだったら玉ねぎ1個、でも玉ねぎがね多くて甘みもあって美味しいと思うので、全然2個多めに入れても大丈夫です。はい、じゃあやっていきます。まず今回これ新玉なんですけれども、もうこれはねいつも通りね適当に串で、俺はね結構牛丼の玉ねぎはくたってるのが好きなんで、しっかり煮込んであげたい。で、新玉使って甘みもあってとっても美味しいと思います。で、こちら作った後最悪ね大量に作ったら冷蔵庫で保存すれば 2,3 日は全然持つと思うので、いつでも好きな時に食べてください。多めに作ってね。で、そのまま冷蔵庫入れておくとより味が染みて馴染んで美味しくなると思うので。で、生姜こちら1かけ分、結構大きいかな、俺の中指ぐらいはある。はい、針生姜ほどじゃなくていいけど、千切りに。俺はね牛丼には生姜入れちゃうんで臭み消しにもなるしね。たっぷりめに入れます。じゃあもうで、牛肉はもうこのままドバッと入れちゃうんで、僕は牛丼最初に炒めるとかなくて全部もう初めから煮込んでいっちゃうので、ほい。ではこちらで材料の準備完了。やっていきます。ではやっていきます。で、まず最初になんですけれども、こちらに今回はお酒大吟醸ですね。こちらをまず最初に入れて煮切ります。僕たちの場合はお酒で飲むんじゃなくて全て料理に使ってるっていうね。まず 200cc しっかりめに。マスターコストコさん行ったら買いたいね。そう、これ買いたい。で、ちょっと軽くねお酒を煮切って甘みを出すんですけれども、でここにさらにお水をね結構加えます。俊達さんリクエストでお酒たっぷりがいいということだったんで、もう200追加でお酒400で、臭みもね消えるし旨みもすごいんでね、すごいんで絶対美味しいね。美味しい、もう絶対美味しい。もうこの時点で美味しいの。もう美味しい酒熱かいやたっぷりですね。で、一応今回普通2,3 人前作るのの3倍作ってるって考えてほしいんで、じゃあ3分の1全部用意すれば多分普通に 2,3 人前ができると思うんで、と考えるとお酒が 400cc だとちょっとなんかあれだね。お酒もう 50cc 足して 450cc にすれば 150cc ってことで。なるほどね、じゃあお酒みんな 450cc で、だから全部調理が3分の1で済むようにってことですね。そう 2,3 人前の場合はでも多分その量でも多分世間一般でいうと 2,3 人前じゃない気もするけど3人前ですすごい。皆さんもっと食べましょう紅生姜はね絶対用意しといて。そう、紅生姜はもう俺は本当に吉野家とかそういうとこ行った時は紅生姜食べてるんじゃねえかっていうぐらい紅生姜入れちゃう人なんで薬味が好きっていうのもあるんだけど、本当紅生姜は好き。はい、じゃあいい感じに今飛んできましたね。こんな感じでいい感じに煮切ったら、ここにお水 1200cc 入れて、でまだそんなあったかくなってない状態でいいので、ここにもう玉ねぎと生姜全部入れちゃいます。結構多めになると思うんだけど、玉ねぎとかからもね水分が出て、ただ水が多い方がね最後ねアク取りやすいんで、煮詰めちゃえば結局一緒なんで、水の量なんで。で、生姜と玉ねぎを入れたらちょっと軽く煮ます。ただこの後結局牛肉入れてしっかり煮込むんで、このタイミングでどれだけ煮込まなきゃいけないとかはないです。ただちょっと沸騰するまでは待ってあげてください。
基本的には味付け的には本当お醤油とお酒と砂糖なんですけれども、あとはそこにどんな出汁を入れるかっていう感じですね。今回は先ほど説明したみたいにこちらの出汁だと僕たち大好きあごだし、こちら入れていきます。じゃあ軽く沸騰してきたので、ここでまず出汁だをこのスティックだと 8g ですね。1個3本分加えます。まず牛の出汁ね。でここに和風の出汁、はい、こちらのあごだし、こちら大さじ3杯深みを加えましょう。でここにお醤油を濃い口でいいのではい 150cc にお砂糖を大さじ6杯で、先ほどの調味料系全部入れ終わったら、であとは牛肉を入れていくんだけど、本当あとこの後に出てくるアクを取るのが本当大事なんで、アクだけはしっかり取ってあげてね。ほい、じゃあ牛肉入れていきます。量は 1.2kg です。ちょっと軽くねほぐしつつ入れてあげて、で牛肉入れたらもう完全にほぐしてあげて OK かな。お肉はこれでほぐれたと思うので、そしたらこの状態で本当にきちんとね沸騰するまで加熱していきます。まずアクを取りたいので、その際にはしっかり沸騰させた方がアクって取りやすいから、もう完全にこれが沸騰するまで待って、まずアクを取るまでは強火でやってあげてください。ではすっごい沸騰してこういう風にアクが浮いてきたので、こちらのアクを取っていきます。でマジでこのアクを取る作業だけはサボらずにやってほしい。これはね短縮しちゃうと本当にねちょっとあんまり美味しくないと思うので、マジでこのアクだけはきちんと取ってあげて。野菜のねアクとかは全然ポリフェノールとかそういうのが多いみたいだからさ、気にしなくていいんだけど、やっぱ肉類から出るねアクは本当に渋いというかさ、味台無しにしちゃうので。じゃあ今ねできる限りのアクは今取ったので、もしね今後煮込んでいくうちにまたちょっと目立ったようなアクが出てきたらまた取ってあげてください。アクはねほんとない方が絶対いいんで、もし少しね気になるようなのがあった場合だけ取ってあげて、基本的に大まかなアクが全部取れたら、はい、あとは火はちょっともう弱火にして、この状態で15分ほど煮込んでいきます。で15分ほど煮込んで、いや一応もう全然食べちゃっても大丈夫なんだけど、その後しばらくねちょっと火を止めて放置して置いてあげる方が玉ねぎとかでもねよく味が染みて色とかもねしっかりつくと思うのでおすすめです。ただまあ気持ち的にこちらの今の煮汁が3分の1ぐらいは蒸発するかなぐらいまで煮込んだ方がいいと思います。まあだから目安としては15分から20分だけど、基本的にはこちらの水分が3分の1ぐらいなくなるまでっていう感じで、そちらを目安に煮込んであげてください。では今15分ほど煮込んだんですけど、もうちょっと水分を飛ばしたいんだけど、基本的にはこれでもう完成ですね。でまあ味見をしてみて、多分僕のさっきの味付けの感じでやって薄くなってることは絶対ないので、もうちょっと濃くしたい場合はさらにもうちょっと煮詰めてあげてください。もしまあ薄かったら一応ね醤油とか足してあげてもいいと思うんだけど、基本的にはこれで完成なので、あとはちょっとこの状態で火を止めて味をしっかり染みさせて実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。もう牛丼、お味噌汁にお漬物、生卵、もう完璧ですね。浅漬け作りました。いいっすか？どうぞどうぞ。こうちゃん先でいいよ。俺いい、もういっちゃっていい？まず普通にまず牛のもうたっぷり入れたからね。いただきます。やばい。いい顔するね。うんまっあ、もう、何度も、もう何もう言うことがない。逆に美味しすぎて。
やば。いいっすか。熱いね。じゃあいただきます。いただきます。ナンバーワンです。うまっ。マジでうまい。いや本当にマジで専門店よりうまい。すっごいやっぱね、なんだろう、ちょうどいいんだよね、歯ごたえも。全然肉が硬くなってないから、うまっ。うわ、うまみがやばい。じゃあこれマジでお店出せるわ。本当にうまい。やばい。きゅうりの浅漬けを。今まで食べたその丼の中で一番うまいかもしんない。本当にすごい。こうちゃんマジで日々更新されるね。もう更新される。めっちゃうまいわマジで。本当に大げさじゃなく、タレだけでご飯もうバクバク食べられる。もうつゆがうまいわ。なんだろう、この肉の甘さといいさ。このお肉の量をね、なかなか食べれないから、ほんとおうち牛丼ならではで、もうやっぱり超熱々なんですよ。超頭大盛りって感じだよね。ね、でね、僕はね、もう本当に紅生姜が大好きなんで、こういうのもさ、ちょっとさ、正直さ、お店だとさ、紅生姜の量取りすぎたらちょっとっていうさ、まあまあそうだね、罪悪感があるさサービスとはいえね。もうやりたい放題ですよ。僕はねこっちなんだよね。一味七味。つゆ少なめで七味かけるのがめっちゃ好き。どう？やばい？俺もつゆだくよりはもう汁気がない方が好きなんだよね。なんか白米を感じたくて。マジでうますぎる。最高のご飯だわね。自分で作った方が美味しくていっぱい食べられるってさ、こんな幸せなことないね。本当ありがとうございます。これやばい。こうちゃん本当にマジでみんな本当にうまい。で、こうちゃんが言ってたやっぱアク抜きは本当に絶対しっかりやってあげた方がいいね。臭みとかそういうね雑味が全くなくなるから、ここでね生卵もう絶対うまいもん。今熱々だからね、多分白身もいい感じに。でちょっと混ぜて軽くね、混ぜすぎない方がいいんだよね。そうちょっとドゥルッとする。でこの黄身とお肉の部分いただきます。俺もいただきます。これは優勝した。わ超絶うまい。マジでみんな作って。もうおうち牛丼だわ。ということで本日はですね、専門店超えのね本当に美味しい牛丼をねこうちゃんに作っていただいたんですけども、マジで本当にお肉の硬さといい、もうこの柔らかさといい、この牛のうまみ、あとやっぱねだしつゆが本当に美味しいんで、めちゃくちゃ美味しいです。マジでこれは絶対作ってもらいたい。で、さっきこうちゃん言ってくれたように作り方さえマスターすればね、他の料理に比べるとそんなに対して難しくないってことに皆さん多分気づいたと思うんで、ぜひねおうち牛丼でたくさん作ってもう思う存分食べてほしいなと思います。はい、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。